はい、どうもこんにちは。ムケオです。はい、ですね、大阪行ってきます。今回はね、本当いろんな方に会えますから、本当にね、一皮むけるんじゃないかと思っております。あと、一番のね、目的もありますので、それを果たしながら、あとはコラボとかもね、できますので、ちょっと本当に、楽しみですね。ちょっといろんな、とこ回ったりとか、インスタグラムとか撮りながら、やっていこうかなと思います。はい。ではね、佐世保駅から夜行バスで大阪へゴー。佐世保駅に到着しました。夜行バスを待つ間、佐世保バーガーを食べます。本日につきましては、1日目から虹がかかった話、そしてそこで聞いた激ヤバロレックスマラソン攻略法、こちらの方後半で喋っていきたいと思います。まずは大阪まで向かいます。はい、佐世保駅ライトアップされてますね。いいですね。大阪行ったらすぐに視聴者さんちょっと1名会ってくださる方いますんで、その人会って夜にまた激ヤバのお時計見せてもらえるかもしれません。はい、それではね、大阪の方夜行バス行ってきます。大阪まで6000円ちょっとぐらいでね片道行けますから、そんなに高くないなという印象ではあるんですけれども、で孤立のシートでしたんで、それなりに快適に行けそうです。夜19時発、朝7時半着。はい、大阪到着しました。寝れると思ったんですけれども、マジで一睡もできませんでした。めちゃくちゃ頭痛かったですね。いや、大都会大阪、ちょっとね薄着で来てしまったんでめちゃめちゃ寒かったです。大阪来てね、朝なんですけども、この時点で人が多い。そしてめちゃくちゃ迷う。大阪の駅ってめっちゃ迷いませんかね。はい、人増えてきました。もうここら辺、まだこれでも後から分かるんですけど少ない方と思うんですけども、阪急目指していくんですけれども、もう分かんない。ほら、右行ったり左行ったり上行ったり。大阪の駅マジでね難しくないですかこれ。いや、私も東京とか住んでたんですけど、大阪の駅難しい。はい、伝説のロレチューバー撮影ポイント、ここ到着しました。やっぱりねここで撮らないとダメですよね。はい、大丸さんでございます。そして阪急そびえ立ってますが、まだ開いてませんね。朝早すぎて。おはようございます。大阪着きましたね。ちょっとバス一睡もできなかったんですけど、結構今7時ぐらいなんでどこも空いてないですね。阪急大丸ですね、空いてないんで、ちょっと時間潰してロレックスマラソンした後にホテルチェックインして、あと今日ちょっと半端ない人とお会いするんで、そういう流れで行きたいなと思います。ロレックスマラソンはね翌日がっつりやりますから、今日はその夜の虹をね、楽しみにしておりますし、全く寝れてませんでしたので、もうホテル行こうかなと思ってます。そしてねお腹減ってきましたね。たこ焼き食べたいですね。実はね1店舗だけロレックス寄ったんですけれども、この話はまた別動画でしたいと思います。たこ焼き買いました。やっぱ大阪で食うたこ焼きはめちゃくちゃうまいですよね。どこもめちゃくちゃ並んでて、あとめちゃくちゃ人多かったですね。めちゃくちゃ多かった。でサブマリーナたこ焼きちょっと食べさせていただくんですけれども、実は私これ撮影するためにカメラとかいろいろセッティングしながら歩いてたらバッグ落としたんですよね。しかも財布とかめっちゃ入ってるやつ、これをね小学生が拾ってくれました。ありがとう。もうありがとう。もうすぐ去っていったんでね、やべえ、なんかもうね5000円ぐらいやろうかなと思ったんですけど、
もう入っててすぐ去っていったんで、ちょっとその瞬発力がなかったですね。いやでもね、本当命拾いしました。大阪最高。はい、どうも。ホテル着きまして、今からですね、全世界の、男の憧れの激ヤバ時計、これちょっと見せていただけるということなんで、本当にありがたいですね。ちょっと今から、オアシスに行っていきたいなと思います。寝てないですけど、行ってみます。ついに全世界の男の憧れロレックスデイトナの2時見せてもらいに行っております。集合場所安定のスターバックス。もうここでは二度とやりませんからね。もうここでは二度とやりませんので、皆さんここに、盗みに来るのはやめてください。ちょっとねセキュリティ的に危なかったかもしれません。はい、ここでね、いつも通り安定のブラックコーヒー買います。そして緊張の面持ちで激ヤバ視聴者さんを待ちます。本日についてはね、もう一人時計師匠さん、この方もめちゃくちゃヤバいということで、最強のお二人来ていただくということで待っております。さあいきなり始まりましたロレックスオフ会。ここで聞いた激ヤバロレックスマラソン攻略法だったり心構え、これちょっとね話していきたいなと思います。もういきなりね始まったんですけれども、すごい時計たちが並びます。もうね声出ましたね。私すごすぎてハフって言ってもうねちょっと自主規制してるんで、ちょっとレインボーとかは見せれないんですけれども、本当に綺麗だった。でこちらもバシュロン、コンスタンタン、雲上、金ムク、見てください、このピタッとした丸太十字、マジで綺麗だったな。いやちょっとやっぱ時計素晴らしいっすね。はい、こちらランゲ&ゾーネオデッセウスというね、お時計らしいんですけど、ちょっと私知らなかったんですけども、これもめちゃめちゃやばいんですよね。すいません、ちょっと今勉強中なんですけど、ステンレスなんですけど、めちゃめちゃ綺麗だった。なんかすごい、もうこれやばいらしいですね、本当に。はい、ちょっとね、あえて今回ね、お名前は隠させていただくんですけれども、師匠さんと、呼びましょう。で、本当ね、いろいろやばいお話聞けましたね。ロレックスマラソンの、攻略ではないんですけれども、めちゃめちゃ聞けたんですが、まずね、師匠さん、これね、トークだけで、ほんとトークだけで、これデイトナパペダイヤのこれ、引っ張ったっていうとこです。要は、このレインボーよりも上のモデル、これをもう2000万、こちらをね、が出てきたという話です。ちょっとねご購入はされなかったみたいなんですけども、だから本当にねやっぱ喋ってると分かるんですけれども、もう時計の愛がもうとてつもないんですよね。師匠さんとお話ししてるとやっぱその時計の愛が溢れ出してました。でもやっぱめちゃくちゃなんかツイッターとかYouTube とかもされてるんですが、これもねもう時計のもう愛にあふれた、もうね喋ったらわかるすごいね、お話をね聞くことができました。で2秒ぐらいで僕とか在庫確認されて、ちょっとこれが欲しいですということを言っても、ちょっと確認してきます、ありませんでしたというとこなんですけれども、これね師匠さんに関してはやっぱりやっぱトークをそこで繰り広げて、自分がどんなにその時計を愛しているかっていうのをやっぱ伝える必要があるんですよね。だから私みたいにこれ2秒で終わっては意味がないと。で2秒で終わりそうだったらちょっとね、そこで話せるような時間を作って、ちゃんと自分の時計の愛をねしっかりと店員さんに伝えると、それを、繰り返していくと本当にデイトナパペダイヤがこれ出たということでございますの。本当にねめちゃくちゃ時計愛にあふれられていました。本当にすごい、もうちょっと細部は言えないんですけど、すごい時計の展示会に呼ばれたりとかね、ロレックスだけじゃない、こんなオデッセウスだったりとかね、そういうのの紹介もされてたりだとか、
もうこれはやっぱりね、この師匠さんの時計愛がもうにじみ出るという、これでしょうね。ほぼ時計愛で、こんだけのすごい時計たちを引っ張るということになりますので、これはとてつもなかったな。でもね、話してたら分かりますからね、本当に素晴らしい、師匠さん、お会いさせていただきました。で、今回ね、この虹を見せていただいた方の、お話もねちょっとさせていただくんですけれども、これデイトナ P の買い方になるんですが、やっぱりね、これ人生としてやっぱどういうふうにこのデイトナ P をこれ変えるのかというと、やっぱりね、やっぱいろんな仕事とりあえずめちゃめちゃ頑張られたっていうことですね。やっぱお金持ちの方ってなんか僕みたいな貧乏人からするとなんかちょっと羨ましいなっていうとこなんですけども、やっぱ皆さん言われるのがめっちゃ頑張ったって、めちゃめちゃ頑張ってめちゃめちゃもうあんたたちの何倍仕事してんだっていうぐらい、仕事をして、でこういうね最終的なめちゃくちゃやばい、時計をね変えるというもう全世界の憧れですね。で、いいね人がいい人間関係がやっぱりいい人間を呼ぶということを言われてました。やっぱでもね、私今こんなやばい人たちに会ってるということは、やっぱこのいい人間関係がこれまたいい人間関係を呼ぶのであれば、またすごい人が来て、私もワンチャンデイトナレインボーいけるんじゃないかなというね、ちょっと気持ちになりました。ぜひ皆さん、この回ねちょっと開いていきたいんで来てください。でやっぱね、結構お金持ちの方がよく言われるのは、やっぱお金にがめつくなるなということですね。欲はダメと、これね昔私フェラーリに乗った時も、よく言われておりました。欲はダメ T シャツもありますからね。このデイトナ P まではもちろん、何本かは、買われてるんですけれども、でこれねデイトナ P があるからっていろんな他のモデルをもうなんか顔パスで買えるのかという問題になるんですが、それはないということでした。しかもこれ視聴者さんね、このデイトナ P つけてね並ばれるらしいです、正規店に。やばいですよね。これ前の人がデイトナ P つけてたら私もちょっとしょんべんちびるかもしれません。いやでもね、なんかこれを持ってるからといって威圧しないみたいな、やっぱそこら辺のこの心の広さみたいなのはやっぱこれ大事なんじゃないかなと思いました。でロレックスをね極めしね男たちからのねアドバイスいただいたんですけれども、私の場合なんですけれども、今金無垢 GMT 持ってるんですが、これからステンレスっていうのはこれちょっとないんじゃないのか説っていうのはありますね。 GMT 金無垢からデイトナ金無垢を紹介されたりとかっていうのはあるんじゃないかっていう話でございます。言うたら関西弁で言うと、上位モデル持ってますやんっていう感じですね。上位モデル持ってんのになんで下行くんですかみたいな感じになる可能性がちょっとあるかなという話ですね。だからちょっと私ね金無垢どうかな、つけていくのをちょっとやめようかなってちょっと思ったりもしましたが、結構いろんなご意見はあると思いますが、そういうねアドバイスもいただきました。あとね、ここ結構でかい話なんですけれども、担当さんのこれ転勤とかのタイミング、これね結構ね熱いタイミングだという話でございます。やっぱ店員さんもちょっと頑張って何か、ずっと私に担当として来てくれたんだから、なんか最後になんか1個出していこうみたいなのっていうのはなんかあるみたいです。でもそれ聞いた時に私も思ったんですけど、昔1店舗ずっと通ってた時なんですけども、やっぱ激ヤバのスカイドエラーの黒文字盤が出てきて、で私買わなかったんですが、で次行ったらその担当さんもう辞められてたんですよね。だからやっぱりそういうのっていうのはあるのかなということで、これはねちょっと参考になるなというふうにちょっと思いました。あとロレックスのこれ出るモデルなんですけれども、並行価格とやっぱね
結構相関あるんじゃないかなと。ロレックス正規店、ロレックスにしてもやっぱ並行価格っていうのはこれめちゃくちゃ見てて、やっぱねそこをうまく利用しながら販売してんじゃないかっていう説はやっぱありましたね。なんか全く関係ないスタンス取ってるような感じもあるんですけれども、やっぱそことの関係をうまく見ながら販売出したり出さなかったりっていうのはやっぱあるそうなんで、その並行価格がやっぱ高すぎるモデルっていうのはやっぱちょっとねやっぱ出にくい、みたいなとこはあると。だからそこが下がったタイミングっていうのは結構買いやすいんじゃないかっていうのは、ちょっと話はしました。はい、今回ね大阪一発目からね日本のトップクラスの腕時計2期のお二人に、出会うことができました。これめちゃくちゃね貴重な機会で、今もね時々ライブとかも来ていただいてますので、皆さんもねぜひこういうね輪を広げたいです。でめちゃくちゃ優しい方で、もうめちゃめちゃね喋ってて楽しかったですね。はい、めちゃくちゃ優しい方なんですけれども、やっぱりねこんだけの最強の時計を目の前にして話されてるお二人にはやっぱ私ね強大な最強な壁をやっぱちょっと感じざるを得ませんでしたね。どうすればここの境地にたどり着けるのかっていうのはちょっと結構考えなければならないなと思いました。でもこういう方からねめちゃめちゃお話聞けますので、うまく、自分に落とし込んでこういうやばい時計を変えるようにちょっと私ね頑張っていきたいなと思います。また人生の大切なことも、聞けました。いや本当ねちょっと私自分でなんかやりたいなっていうふうにちょっと思いましたね。どうしてね、どうにかしてこの領域に行けないか、それをね大阪一発目からぶち込まれたということでありますので、またこれね、どんどんやっていきたいなと思います。またこういう会はちょっと開きますんで、ぜひ関西の方以外でもね大阪の方とか、ちょっと私が来るタイミングを見計らってぜひ、来ていただければ、もうこれねこの出会いあればもうロレックスなんて2秒、2.3 秒ぐらいでこれ買えますから、はいというのをちょっと感じることができました。はい、皆さんありがとうございます。大阪旅これね、まだまだ続きますので、ぜひね、この後の動画もお楽しみください。そして私がね、どこ行ったか分かんなくなる前に、チャンネル登録お願いします。そしてね、いいねの方も、言っていただければ、助かります。はい、そんな感じです。以上です。メンバーシップもやってます。以上です。むけむけ OK。後半に続く。